むちゃくちゃ柔らかかったです。とろけたな、うん、最高でした。あそこも出た。気さくで、でも腕前は素晴らしくて。こんだけのクオリティのものをこのリーズナブルな値段で食べれるのがすごいですよね。だから鉄板焼きって嘘つけない、目の前でやってお客さんが焼いてるところとかも全部見ていただくっていうのが醍醐味ですね、だから緊張もするし、それなりにやっぱ成功した時人一倍やっぱ嬉しい料理かなと僕は思うんです、鉄板焼き前線さんで、そこの大将はもともとずっと、そういうシェフのお仕事してて、気さくな感じで、そこもアットホームな感じで地域密着型でね、多分リーズナブルな値段で鉄板焼きを食べれるっていうのをやってます。そこのオムライスはお子様とか連れていても感動すると思います。すごい名物と思います。はい。淡路島のやつを使ってます。時期によってはでも北海道入ってきたりとかするですね。塩です。味付けするんじゃなくてしんなりさせるために、僕ソードボール部やったんですけど、高校の時に調理師免許を取れる高校に行きたかったんですよ、ちっちゃって、でずっと子供の時からやってるソフトボールへ行こうと思ってでソフトボールやっとったんですけど、いざ就職になるってやったらやっぱ料理したいって思ってでその顧問やった先生が進路の先生で、もしかしたらリーガロイヤルあるかもしれない、コックで行ったことないぞって無理に多分先生が話してくれはって面接行ったんですよ。後から聞いたらなんか挨拶しに来てくれた先生が、専門学校のコーラばっかりや俺ともう一人だけ高卒やった何も分かれへん結構厳しかったんじゃないですか。めちゃくちゃ厳しかったです、包丁以外のもの飛んできたんですよ時代ですよね。時代でではもう小さい時からコックさんになりたかった。そうですね、家がもともと立ち飲み屋さんやって母親がなんかちょっといいとこ食べに行くんとこが好きやったりして、初めてホテル連れて行ってもらった時にかっこええと思って、それでなろうかなみたいな。ある程度その店やってたから、調理材料もあるし器具もあるから、その店終わってからような勝手に作ってましたじゃあそういう場所はキッチンやったみたいな。あ、そう昼間は野球して夜は遊んでました厨房で
料理が好きな方、はいまあ、外に食べに行くそうでしょうね。方々がやっぱりよく見られるんですけど、どうやってところで作れんねんとかね。そうなんですよ。例えばこうやったらなんか美味しくなるよとかいうのってあるんですか？あるっすね。なんでしょう。またあとで。あとこういうところがポイントですよ。焦げというか、これは旨味なんで、これをちゃんときれいに混ぜ込んであげると。例えばなんかここのハンバーグをちょっと意識してるとかっていうのはあるんですか？いやでも食べに行ったっていうか、やっぱ僕が育ったとこちゃいますね、うんホテルをやっぱ意識してるのはあるんです。一番ホテルのハンバーグが初めて食べた時美味しかったはです。びっくりした。何が違ったんですか？細かさ、ふわっと感、ジューシーさですかね。でもちょっと肉感が残るっていう、当時その時の料理長はちょっと腹立ってたんですけど厳しい方やでもやっぱりやることすごいなと思って、ああなるほどみたいな。確かにちょっと不思議に感じますよね。柔らかいのにこう肉感があってそう見たら多分みんな作れると思うんですよ。いや皆さんそうおっしゃるんですよ。そうおっしゃるんですけどね、僕も家でやるんですけど絶対できないですよね。料理人の人ってあんま別に変わってすごいっていう人なかなかいてないと思うんですよね。ある程度町場でやってはって三つ星狙ってない普通の洋食屋さんとかやったら、多分みんなある程度一緒やと思うんですよ。その先のフレンチやってて三つ星取るようなとか、ホテルでバリバリ料理長シェフとかやる人はぶっ飛んでるっす、考え方が全然違うそうです。もう芸術家っすね全然違う。だから尊敬できるっす、自分にできへんから魚にバナナのソースを使ったりとかそのコンテストの時とかすごい発想やなみたいなアートっすまあそういう方々はそういう世界で頑張ってください、こんぐらいですかね。もうちょい行ってもいい。いや、よくないな。こんなもんです。ここが大事ですね、こういう。ヘリのとこ。そうこれをなんか適当に流してしまったりとか。何でもそうですね。ソース作るときでもこういう細かいことが大事ですよ、知らんけど過程を見るのがすごく好きだったんですよね。なんか好奇心があるというか、なるほど。で結構繊細なんです。結構繊細。前の潰れて、めちゃめちゃハイパワーすぎて扱いにまだ慣れてないですいや怒られたんですよ昔失敗してホテル時代。はいこれは玉ねぎと白味噌使ったドレッシングなんですよ、油を乳化させていくんですね。やばいなこれ、知られたらみんなにパクられるそうです。マジでこれで飯食えるぐらいに多分うまいと言われるっす。レシピどっか売ったらって言われる。白味噌と玉ねぎ、にんにく、マスタード、塩コショウ、酢、醤油ぐらいですね。卵入ってないからアレルギーの人もいけると思う。こういう洗い物をバーって出した時に昔やったらこれを舐めて、あっていうそういう先輩の味とか覚えるんですか？ほんまに
ちは合いびきでございます。つなぎになるもんっていうのをなんか人それぞれなんかここにバーって入れていく人多いですけど、硬さ合わすっていうかイメージですよ、でもう染み出しとく、玉ねぎと牛乳と調味料系はこっちでなじましといて落ち着かす。ソテーした玉ねぎです。こいつら同士も均一にしてあげるっていうことが大事。じゃあまんべんなく混ざる。これでもまだ硬いんでちょっと締まってるパン粉がね、つなぎのパン粉を先にこっちと合わせてしまう。この工程はホテル時代からの工程。そうですね。そうですね。一般的にはもうお肉の中に全部そうでしょ、ね、はい、洗い物増えるし、うん面倒くさいし、で感覚じゃなくきっちり物事を測ることも大事ですね。じゃあ毎回一緒のもの作れる。もうみんな測らんすからね、大体そうです。目分量。だから和食の人すごいなと思うんですよ。中華の人って感覚でいくでしょ。そうですね。もうお玉で上手。そうそうそう。中華屋さんもすごいな思って。すごかったです。ねえ、面白い。だんだんええ塩梅に。最強の道具は手やって教えられます。人間の手はすごいです。硬さとかも分かるし、こうダマになってるのすぐ分かるし。これが美味しく先ほどおっしゃられてたそうですね。ダマなれへんしコツですね。ふわっと仕上がる、仕上げさす。僕はひたすらこねるっす。こねへん人もおるんですよ、この状態でいく人も、ミンチだけでこねる。そうそうっす。粘土を出すんですか。そうですね。ここでもだから油と牛を乳化させてあげる。これもバイトのやつの方がうまいっす。そんなことはない。いやいやいや、ほんまに自分で世界チャンピオンですとかって言ってるんですよ。これで半分ぐらいですね。これで半分です。結構こねられてますよね。そうなんですよ。ね、だからバイトにやってもらう方がいいでしょ。若い子に。こんな感じで。はい。ですね。これをまた大体濃度がまだちょっとこっちの方が硬いけど、大体ちょっと合わすような感じ。でこれをまたさらに練るっす。笑えてくるでしょ。笑えてきます。トータル何分ぐらい寝てるんですか。ねえ、そう1時間で終わる思ってたら終われへん。いや、これをお客様に知っていただきたいです。いやいや、ほんまにね、僕こういうキャラでいつもふざけてると見られるんですよ。店以外で知り合った方なんか、はい。でいつもここ来られて、え、ちゃんと料理人なんやっていうのが最近の快楽です。それが正解なんか不正解なんか分からへんからね。だからこれがすごいなんか、ただしんどいはしんどいんですよけど、こんなもんなんちゃうっていう感覚ですよね。でさらに、はい、牛の油、ローストヒレと、あとは肉の塊をわざと凍らしときて、これをざっくり混ぜるんです。やばいな、教えてしまったな。ハイブリッドです。しかもすごいいい肉が入るんですね。そうなんです。なんであれを凍らしてるかって言ったらあれですね、人肌で絶対溶ける油やから、わざと凍らしてなじまさない、逆に。でそこから油が出てきますね。
でも目元めっちゃ似てる。ガルガラにされるからそれぐらいはねガルガラめっちゃされる出てくるからねあんま喋らん言うてました。嘘。でもあそこも出たやめちゃった。ホスト。私らがネットで声が主体でやるかもしれないですけど、桜コーヒーとか。買わないとって言ってたんですよ。あ、そうなの？パリオのほぼ行った範囲で見ないから、誰かにお願いするんですよ。だんだんもうやってるんですけどね、まあ近所やから。あ、ここはいいからもう地方から来てるいい声とかなんか覚えへん。なるほど。自分のペースで習いますみたいなさ。実は口で。普通に一般の人ないと思う。で、TikTok はおすすめで自分分かってんねんな。いや、最初は頑張る。だんだん一番大事なそうそう。オープンした時よう来てくれたはず。はい。から私エマちゃんよくニンニクだのしおりって呼んでほしいって言ってだからエマちゃんって呼んでいいですかって言われてだから私のことずっとエマちゃんエマちゃんってすごい。かわいそう変わってる。ありがとうございますはい、どうぞ。まあほぼがっつりあるやん2週間ぐらいは絶対
知らんからさ。そんな言い方されたらさ。どっちがいい？正面はあ、それにします。私もから、私がもう練習したら、殺せる。あ、もういいやつ。主任がそうなんですよ。楽しそうやな。ありがとうございます。でもいいよね。はい。一回ここですんごい龍が来た。すぐじゃんねんや。だからすぐわかんない。本当楽しみにしてます。長い旅ですけど、皆さん、素晴らしい作品。かわいそうだね。どうする？梅田芸術劇場シアターのスティで、さすがだね。というのが、本当に素晴らしかった。あの脚本どれもし、話を聞いていいさせていただいて、ちょっと YouTube。あ、わかります。何がもらえる？でもそうだったなと思うのはそういうことね。顔にやめたら大変そうやね。ルート。伝承みたいなのがあって、なんか白くもやがあったらどんだけ切れてるか分からへんけど、開けてみないと見たら分からへんから。下町の中に、この高級感漂うポツンとあるのがすごくいいですね。ちょっとおしゃれにランチしたりとか気さくで、でも腕前は素晴らしくて。結構よく来られるんですか、お店はですね、私地元なんで、はい、野外で育ってるんで、野外の中にこういう感じのお店がないんですよ。なかなか美味しい店はいっぱいあって、ちょっとだけ入りにくそうな構えしてるのに中は気さくで味美味しいというのが、魅力ですね。むちゃくちゃ柔らかかったです。とろけたな、最高でした。またまた。
氷水やと一気に蒸発してあれなんです氷やったらしっかりとで YouTube でやってましたカレーは玉ねぎをよく炒めてやっぱ肉の筋出たりとか、ヒレの紐の部分が出たりとかするからいい肉は使ってるんですよね、ただやっぱ食材あと他の玉ねぎと人参使ってるんですけど、溶けるぐらいまで煮込んでるんですよ。じゃあ結構、完成まで長時間かかるかかるっすね、デミグラスぐらいかかるっすね。デミグラス作る時ぐらいかかる。そうですか。デミグラスでどれぐらいっておっしゃってますか？デミグラスも3日かかるっすね。カレーもじゃあ3日。カレーもかかるっすね。スパイスもちょっとだけですね。そんなにめちゃくちゃ変わったものは使ってないですけど、じゃあもうシンプルですよ。スパイシーな感じではなく結構皆さん食べやすい感じですかね。裏はね、裏出てた。目玉焼きの結晶ってますね。皿だけ洗ってください。はい。大食いやね。ほんまやメッセージがもらったはいよ。近くに住んでるんで、もう何回4、5回ぐらい来てる、こんだけのクオリティのものをこのリーズナブルな値段で食べれるのがすごいですよね。マスターの人柄大きい声で言わない。あ、美味しかったです。全部美味しかったですステーキコースのお肉のやっぱり美味しいです。今年もまたよろしくお願いします。料理がもう相変わらず美味しいですね、結構頻繁に来られるんですか？そうですね、週2回ぐらい、ステーキが絶対、味見した方がいいと思うんですよ、街中のおしゃれなお店に負けないぐらいで美味しいですね、卵黄。中肉はまたステーキ用の素材とかですか？そうですね。じゃあかなりいいお料理です。確かに。グランベール。多いな。だいぶ多い。
わふわしててめっちゃ美味しいちなみにお父さんが作られる、お店のメニューの中で何が一番好きですか？でもダントツでオムライスです私はほんまに、はい、あとカルボナーラたまに作ってくれるんですけど、それめっちゃクリーミーで美味しいです、よかったらアラカルトであるんでよかったらケチャップ多いめのケチャップライスっていうのが、僕が修行した時に先輩からずっと言われてます。僕ガーリックライスも作ったんですけども、シンプルイズベストだと思うんですよ。だからいろんなもん入れたらなんかシャンピニオンとか入れてありやと思うんやけど、シンプルが一番うまいですね。でも一番難しくないですか？いやだからそれがいいんですよだから鉄板焼きって嘘つけないんで、目の前でやってお客さんが焼いてるところとかも全部見ていただくっていうのが醍醐味です、だから緊張もするし、それなりにやっぱ成功した時人一倍やっぱ嬉しい料理かなと僕は思うんです、